はい、皆さんどうも。というわけで、こんにちは。オックスアウトでございます。先日、僕のコミュニティで YouTube 動画のアイディアを募集したんですよ。で、どんな内容の動画が次見たいですかって。で、そしたら一番要望が多かったのが、僕の動画撮影のビハインド・ザ・シーン、いわゆる BTS ってやつですね。で、確かに BTS 多めの動画って、見応えあるじゃないですか。人物に密着するタイプの映像でも、B ロール多めのね、ドキュメンタリー風に仕上がってると、すごいかっこいいなっていう個人的には思うし、たとえ YouTube の機材レビュー動画でも、作例と、スタジオ固定の、2バリエーションだけじゃなくて、BTS もそこにプラスされてれば、実際の使用イメージだったりだとか、あとは撮影手法なんかのね学びもあるし、コンテンツとしてより見応えが圧倒的に変わってくると思います。そんなね、このコンテンツのクオリティを左右する BTS、僕も自分のチャンネルでもっと撮りたいんですけど、なかなか一人で撮影するのが難しくて、そのカメラマンも2人体制で挑まないと、結構難しいと思うんですよ。メインカメラマンがコンテンツを成立させるための映像を抑えるのであれば、サブカメラマンはそのコンテンツのクオリティを引き上げる映像を抑える。そうなので、サブカメラマンって実はセンスとスキルがめちゃくちゃ問われる重要なポジションだと個人的には思ってます。それだったら、じゃあまずこの機会にサブカメラマンの心得的なちょっとチュートリアル動画を作ってみようかなと思って、先日ね、タイミングよくウェディングの前撮りムービーのサブカメラマンを、僕のそのパトロンコミュニティで募集していたので、もう僕すぐ撮りますよっつって手を挙げて、実際に僕撮ってきました。なので今日は僕がその時に実際に撮った映像を交えながら、僕が実践した内容をお伝えしていこうかなというふうに思います。これから例えば映像クリエイターとして仕事していきたいって思ってる人も、まずはこういったね、その活動がスタートになるっていうことも多いと思うので、引っ張りだこのサブカメラマンになるために、ぜひね、今日の動画最後までご視聴いただければなというふうに思います。じゃあまず、撮影前の準備段階というか、サブカメラマンをやる上での、心構えみたいな話なんですけど、基本的にサブカメラマンは他のクリエイターの映像を撮ることになると思うんですけど、そのね、クリエイターのテイストだったり、最終的にどういったスタイルの映像に仕上げようとしているのか、そこを事前にしっかりと把握するっていうことがもうとにかく重要です。例えば今回はビハインド・ザ・シーンの撮影だからって言って、裏側をなんとなく切り取っておけばいいよねっていうようなことでは全然なくて、結局はそれが作品の一部になってクオリティに関わってくるので、例えばシリアスなのかカジュアルなのか、そういった雰囲気によって撮影時の構図だったりとかアングルっていうのもきっと変わってくるはずです。で、こういった雰囲気で撮ってほしいっていう依頼が事前にあるとは思うんですけど、ただね、そのあたりを結構曖昧に指示してくるカメラマンも多いので、なおかつ現場ではね、メインカメラマンって逐一そのサブカメラマンが撮った素材を確認するってことはしないと思うので、撮影後にね、欲しかった映像が撮れていないと、その理不尽に評価を下げられてしまうなんてことを避ける意味でも、そのあたりはね、ほんとしっかりと意思疎通をして、もう何度も言うようですが非常に大切なので、ここはね、しっかりとやっておきましょう。で、ここから機材とかそういった話になるんですが、その前に本日のスポンサーであるアートリストの紹介です。僕がシネマティック Vlog を YouTube にアップするときに毎回必ずBGM はどこで手に入れてますかっていう風なねコメントがあるんですけど、約9割は僕はアートリストの音楽を使用してます。で、ネット上には様々な音楽サービスがあるんですけど、他のサービスでも商用利用は認めているものの、クライアントに映像データを渡す場合には、一部利用制限がかかったり、クライアントのYouTube にアップする際のコピーライトクレームの処理は自分でやらなきゃいけなかったりだとか、あとは広告利用は NG とか、広告にかける金額が一定額を超えると追加費用とかね、本当ね、何かと制限がかかりがちなんですけど、アートリストではそういったことが一切発生しないので、仕事として映像を作るクリエイターにとっては非常に使い勝手がいいんですよ。音楽も毎週様々なジャンルの楽曲が追加されて、でそのクオリティも非常に質の高いものとなっていて、もうすでにね、今すぐ使える曲っていうのは本当膨大な曲があって、全部を聴き切るのは到底不可能な
ほどの量があります。サブスクプランは月額と年払い両方あって、まず個人の利用範囲でということであれば年払いだと月額換算でだいたい10ドル以下から利用できて、でプロプランならクライアントワークでもほぼ制限なく使用できます。一度ダウンロードした音楽っていうのはそのサービスを解約した後でも引き続き利用することができるので、そういった意味でもすごい安心かなと思います。もしね皆さんが最大2ヶ月間無料で使用したいということであれば概要欄のねリンクの方から今すぐ、登録してみてほしいなというふうに思います。また今日の動画をスポンサーしていただいたアートリストさんいつもね僕のチャンネル、僕の作品、僕の活動をねサポートしていただいて本当ありがとうございます。そしてね皆さんもアートリストの方ぜひチェックしていただければ僕の活動のサポートにもなるのでぜひ、よろしくお願いします。ではね、本題に戻りまして、次はね機材周りの話です。カメラはメインのカメラと合わせられる方が編集のことを考えればやっぱり理想ではあります。全く同じカメラでなくてもいいんですけど少なくともねメーカーを揃えておいた方が編集が非常に楽になります。撮影前に必ずホワイトバランスやフレームレートをどうしようっていう相談をメインカメラマンとして決めるといいと思います。特にねホワイトバランスは、同じ環境で、撮っているのであれば揃えておく方がこれまたね編集の方では非常に楽なので、できるんであればそうした方がいいかなと思います。ただレンズに関してはこれね同じもので揃える必要っていうのはもう全然なくて、むしろねメインのカメラとは違う方が絵的なバリエーションが出るのでいいかなというふうに思います。レンズを選ぶ際単焦点とズームどっちがいいのって話になると、これはねやっぱりズームレンズでを選択した方がサブカメラマンは本当いろんなバリエーションの絵を短時間でこう抑えることができるので、できることであれば僕はズームレンズを選んだ方がいいかなと思います。2470とか、そういった標準ズームレンズは汎用性が高いのかなって思うのと、あとはその撮影時にやっぱりねどうしてもちょっと後方から狙わなきゃいけないっていうようなことも結構多いので、そう考えると70-200とかああいったね、ズームレンズも1本その撮影の現場にあると非常に重宝するんじゃないかなと思います。でジンバルとか三脚、あとスライダーなんかに関しては、これはねその必要なのはその時々なんですけど、ただメインカメラマンがフィックス中心で撮影しているっていうことであればやっぱりサブカメラマンはバリエーションを出すことが重要になってくるので、例えばそういった時であればちょっと積極的にジンバルでカメラワークしてみるとか、あとはスライダーを使ってみるなんかしてみるといいんじゃないかなと思います。あとねマイクに関してはこれはねほぼ必須と思ってもらっていいです。実際に何かこうトークを取るってわけじゃないにせよビハインドザシーンだったら、映像だけじゃなくてその時の雰囲気を伝えるためにその環境音っていうのも結構重要になったりします。なので今回は使わないかなと思っても必ずねカメラバッグにマイクの一つは忍ばせておくようにしておいた方がいいかなと思います。で次はね撮影時の話なんですけど、これもね事前にメインとサブが役割分担を事前にしっかりと話し合っていくことが重要かなと思います。はっきり言って2人が同じような映像を撮っても、全く意味はないので、ここはねちゃんとすり合わせるようにしといた方がいいと思います。基本的にメインカメラマンがそのコンテンツの骨子となるような、撮影をすると思うんですよ。具体的にはこう被写体にグッと寄っていって、ミディアムショットって呼ばれるような、そこそこ近づいてこの被写体の、目線だったりだとか、あと肩の高さ、そういった、アングルで撮影することが多いと思います。であればサブカメラマンは、少しちょっと引いたところからの、ロングショットだったりだとか、あとはそのローアングルショットとか、あとはちょっとルールオブサードみたいな形でちょっとこう構図で遊んでみたりだとか、メインカメラマンが抑えきれないまたは冒険できないようなアングルのバリエーションで撮影したり、あとは例えばそのカメラマンのビハインドザシーンを撮るっていうことであれば肩越しのショルダーショット、よく映画なんかで2人の人物が会話してる時に肩越しなんかで撮影してると思うんですけど、カメラマンの目線に近づいた見せ方をするなんていうやり方もできるのかなって思うのと、あとはこう何かこう操作してるっていうんであれば、その手元を抜いておくとか、そういったこともね非常に重要になるかなと思います。そうなんですよ。この時点でサブカメラマンの役割がいかに映像のクオリティを引き上げるのに重要なのか、そして撮影の技量が求められるのかっていうのが、皆さんにならねこうイメージできると思います。
メインカメラマンはもう本当撮影以外にもそれこそ背景とかライティング作ったりだとか、あとはこう演者とのコミュニケーションをしながらその現場を回さなければいけないことが多くて、本当ね必要最低限の映像しか撮ることができないんですよ。なのでしっかりと役割分担してこの息の合った連携がやっぱりクオリティアップの大きな鍵になってるんじゃないかなというふうに思います。あとはね撮影時の現場の立ち回りなんですけど、僕がビハインド・ザ・シーンの撮影を依頼した時にちょいちょいその人が勘違いしてるのが現場を止めてはいけないと思ってるっていうことなんですよ。サブはサブのしっかりとした役割があるので、必要とあれば現場を止めてでも抑えるべき映像はもう必ず抑える必要があります。例えばこうカメラマンが撮影してるシーンを、正面から抑えるなんていうカットはこれはもう本当現場を止めないと撮影できないので、もちろんいきなり撮影中に割り込んでって撮るっていうのは当然 NG なんですけど、例えばOK テイクが出てじゃあ次のシーンに移るぞって時にちょっと時間をもらって、そこは今度は自分がディレクションしながらサブカメラマンにしか撮れないシーンっていうのをしっかりと抑えてもらえるとやっぱねそれは非常にありがたいですね。あとはねオフショット、メインカメラマンがはい OK ですって言ってその時にサブカメラマンもカメラを止めるんじゃなくて次のシーンに移るこの転換する場面をしっかり押さえておいてもらえると本編のシーンが切り替わる際の素材になったりするし、あとはモデルさんとか役者さんのこう緊張が解けてねこう素の表情が撮れるタイミングだったりするので、そこで積極的に声をかけてねちょっと和やかなムードを作りながらそういった雰囲気を抑えておいてもらえると非常にありがたいなと思います。あとこれはねすごく個人的に嬉しいポイントなんですけど、モデルさんや役者さんであれば、メイクさんがついていればねその都度こうなんか綺麗にしてもらえると思うんですが、例えば僕がビハインド・ザ・シーンで撮られる側に回っても当然僕にはメイクさんがついてるわけじゃないんで、こっちはね撮影中にもうなんか汗だくのボロボロになってたりするんですよ。もう髪の毛とかもね風で吹かれてぐしゃぐしゃとか、やっぱね誰だってねこうその写真や映像に残るってなるとやっぱかっこよく撮ってもらいたいじゃないですか。なのでそのあたり皆さんね普段例えば週末でこうモデルさんと撮りに行く場合とかねそういうところもチェックするじゃないですか。同じような形でちょっと髪の毛がこうバーって乱れてたらとかって言ってもらえると非常にありがたいなと個人的には思います。といろいろこうサブカメラマンについての話をしてきたんですが、現場やチームによっても、正直変わってくる部分はあると思うので、少なくとも今日お話しした内容をこなせるカメラマンがいたら僕ならね本当相棒として全幅の信頼を置けるかなというふうに思います。ツイッターとかをね見てると結構募集してる人も多いので、ぜひねそういう機会があればチャレンジしてほしいなというふうに思います。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ピース。このなかなかない罰ゲームなかなかなさすぎて。すいません。あれだよね。学校の帰り道。じゃんけん負けたらじゃんけん負けたやつ。全部持つっていうだったら大丈夫。動き回っちゃうカットは難しいけど。この絵面白いな。